こんにちは。こんにちは。The Vision for Animals の小林義孝です。The Vision for Animals の赤坂みのりです。今回は赤坂先生と一緒に犬の白内障の病態についてお話しいたします。一緒に暮らしているワンちゃんの目が白くなってきて白内障かもしれないと疑問をお持ちのご家族も多いと思います。実際犬にも白内障は少なくありません。でも犬の白内障は皆さんが思っているような白内障とは全く違う病気なんです。今日はその点をしっかり説明していきます。犬の白内障とはどういう病気なのか、犬の白内障を見つけるにはどうしたらよいか、犬の白内障をそのままにするとどうなってしまうのか、そのあたりがこの動画を見ていただくとわかるようになります。あなたの愛犬の視力を維持するためにぜひ最後までご覧ください。まず白内障について簡単に整理していきましょう。人でも白内障は多い病気で、私も手術したんですというご家族もよくいらっしゃいますよね。はい。白内障は目の中のレンズである水晶体が白く濁ってしまう病気です。それによって光を感じる網膜まで光が到達しなくなってしまうために視力が低下して、最終的には失明してしまう病気です。また、それだけではなく、白内障が進行すると、水晶体起因性ブドウ膜炎という炎症を起こして、緑内障などを併発して強い痛みが目に生じてしまいます。痛みが出てくるというのはあまり知られていない事実かと思います。そうですよね。でもとても重要なところになります。犬の白内障は人と異なるところがたくさんあります。実はとっても怖い病気なんですね。本当に悪化していくと眼球摘出術が必要になってしまうこともあるぐらいなんです。ですので、きちんと早期に発見して悪化する前に手術で治療することが推奨されます。ただし、目が白くなるイコール全てが白内障というわけではありません。角硬化症という正常な老化現象でも水晶体が白っぽく見えることもあります。また、水晶体ではなくて角膜という目の表面が濁ってしまって白っぽく見えてくることもあるんですね。目が白っぽくなって見えたら獣医師による正確な診断を受けるようにしてください。早とちりしないでしっかりとした診断が大切ということですね。はい、その通りです。早期診断をするためには白内障の病態についてしっかり把握しておくことが重要です。詳しくは犬の白内障について研究をしている赤坂先生からご説明をお願いいたします。ではまず最初に白内障になってしまう年齢について見ていきましょう。人の白内障では、高齢での発症がほとんどなんですけれども、ワンちゃんの白内障は全く異なります。当院で白内障手術を受けたワンちゃんの年齢を見てみますと、高齢犬だけでなく、中年齢から若年齢までまんべんなく発症していることがわかります。特に驚きなのは、1歳未満の子犬で手術することも少なくないんです。これは犬に白内障が起こる原因に関連しています。老齢性だけではないということですね。はい、そうなんです。確かに犬にも老齢性の白内障はありますが、それと同じくらい、もしくはそれ以上に問題となるのは遺伝性の白内障なんです。残念ながら、本当にたくさんの犬種で遺伝性の白内障が発症しています。原因となる遺伝子が分かっている犬種もあれば、まだ分かっていない犬種もありますが、遺伝性の白内障は比較的若い年齢でも発症します。そのため、1歳未満という子犬の頃から5歳から10歳くらいまでの中年齢の犬まで白内障を発症する可能性は十分にあるんです。遺伝性が疑われている犬種を教えてください。はい。白内障の診断件数、手術件数ともに圧倒的に多いのがトイプードルです。日本ではトイプードルを飼っているご家庭が比較的多いことも一因と考えられますが、遺伝的に白内障になりやすいと考えられます。トイプードル以外では、ジャックラッセルテリア、ミニチュアピンシャー、柴犬、ミニチュアシュナウザー、チワワなども診断件数が多い犬種です。はい、これらの犬種では弱齢でも白内障に注意が必要なので、定期的にアイチェックを受けていただくことをお勧めします。まずはワクチン接種やフィレラの予防なので、かかりつけの病院を受診した際に、目の検査も一緒にお願いしてみてください。他にはどんな原因がありますか？目の怪我や中毒など原因はたくさんありますが、特に気をつけなくてはいけないのは糖尿病性です。
糖尿病により血糖値、つまりグルコースの濃度が高い状態になると、目の中のグルコース濃度も高くなります。利用しきれなくなったグルコースはソルビトールという物質に変換されるんですけれども、このソルビトールは水晶体の中に蓄積すると、水分を水晶体の中に引き寄せてしまうんです。そうすると水晶体がむくんで中の細胞が壊れたり、配列が乱れたりすることで白く濁ってしまいます。糖尿病を発症して半年後には半数以上が白内障を発症していたというデータもあり、進行が早いので注意が必要です。糖尿病になってしまうと、インシュリン注射による血糖値のコントロールが大変だとは思うんですけれども、白内障にも注意が必要なので、やはり目の検査をしっかり受けていただくようにお願いいたします。冒頭で小林先生が白内障はとても怖い病気で、悪化すると眼球摘出に至ることもあるとおっしゃっていましたが、その点について詳しく教えてください。はい。そこも犬の白内障でとても重要な点のもう一つのところですね。白内障は水晶体にわずかな混濁が見られる初発白内障というところから始まって、未熟白内障、成熟白内障と進行していくんですけれども、水晶体が全てが混濁した状況が成熟白内障と言われます。で、さらにそれが進行していくと、水晶体の混濁が今度目の中に溶け出してくる過熟白内障というところになってきます。この段階では多くの場合で溶け出したタンパクにより目の中に強い炎症が起こってしまいます。これが水晶体起因性ブドウ膜炎と呼ばれます。で、この状態になると目が痛くてしょぼしょぼしたりとか、白目がすごく充血してくるとか、さらに悪いことにはですね、そのブドウ膜炎が緑内障とか網膜剥離を引き起こして、白内障の手術してもその視力を回復できない状況になってしまうこともあるんです。ここまで来るとむしろその痛みを取るための手段として、白内障の手術ではなくて、眼球摘出術とか、眼内シリコンギガン挿入術とか、そういう痛みを取るという手術が必要になってしまうんですね。特に若い年齢で起こる白内障は、本当に数日で目が真っ白になるとおっしゃる飼い主さんもたくさんいらっしゃる。また、白目が充血したり、目が痛がっていることに気づいていらっしゃる。でも実はその原因が白内障だったということも少なくありません。手遅れにならないためにも、白内障後発犬種や糖尿病のワンちゃんでは、早期から白内障になる可能性を考えておくことが大切ですね。動物病院でアイチェックを受ける以外にも、ご自宅でできる簡易検査はございますか？後発犬種では小さな頃から瞳の中の色に気をつけておいてください。ペンライトなどの光を使っての検査も有用です。暗い部屋でワンちゃんの真正面からあまり眩しすぎない光を当てて、瞳孔が光る位置から観察すると、より水晶体の混濁がわかりやすくなります。また、白目の充血を確認することも大切なんですけれども、柴犬とかトイプードルでは白目が観察しにくいので、時々まぶたを意識的に持ち上げて白目をチェックすることが重要になります。また、急激に進行して水晶体起因性ブドウ膜炎を起こしてしまった場合は、片目だけ急にしょぼしょぼするというような症状が出たりとか、目をすごくこするようになるという症状が出ますので、そのあたりを観察しておくことも重要です。これらの検査法の詳細はご自宅でのケア編の動画にアップいたしますので、そちらもぜひご覧ください。この動画では犬の白内障の病態について解説させていただきました。犬の白内障とは、水晶体が混濁してしまい目が見えなくなる。そして老齢性だけではなくて遺伝性や糖尿病性も多い病気だということをお伝えしました。そしてその犬の白内障をそのままにすると、混濁が目の中に溶け出してきて炎症が起こってとても痛くなってしまう病気、怖い病気なんだということもお伝えいたしました。犬の白内障を見つけるためには、後発犬種があるので、その場合には弱齢からアイチェックをしていただくことがとても重要です。自宅での簡易検査も助けになるかもしれないということもお伝えさせていただきました。後半では治療について詳しく解説します。犬の白内障手術の詳細や術前後のケアについて、手術をした方がいいのか、しない場合にはどういう治療が必要になるのかなど、それらの点をご説明いたしますので、ぜひ続けてご覧ください。